今日は炊飯器プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は炊飯器プリンを作りたいと思います。はい、ということで今回は炊飯器を使ってプリンを作っていきたいと思います。さらにですね、材料はたったの3つで作ることができます。カラメルソースを上手に仕上げる方法などもご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、卵、お砂糖、こちらの3つの材料で作っていきます。今回はとてもシンプルな材料で作っていきます。お砂糖に関しましては、こちらはお好みの糖類で作っていただいても OK です。そして牛乳に関しましては、無調整豆乳や、あとはアーモンドミルクなどで代用していただいても OK です。そして卵のサイズについてですが、今回は L サイズの卵を使用していきます。それでは続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。お砂糖、お水、お湯、こちらの3つの材料で作っていきます。このお砂糖に関しましては、お砂糖またはグラニュー糖で作ってください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにプリンのカラメルを作ります。フライパンの中にお砂糖を入れてください。砂糖はね、できるだけこのように1箇所に広げてください。そしてお砂糖をめがけてお水を加えます。このお水がですね、砂糖全体に行き渡るまで少し待ってください。はい、このようにお水が浸透しました。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このままですね、この縁の部分の色が少し変わるまで加熱していきます。ここで注意していただきたいのが、加熱している最中に中を触ってしまうとお砂糖が結晶化してしまいます。なので中は絶対触らないように加熱してください。はい、今ね、ちょっと縁の部分が色づいてきました。このぐらいですね。そしたらね、火加減を弱火にします。そして今度はですね、フライパンをこのように動かしながら全体の色をなじませていきます。色がね、均一になったらまたフライパンを置いてください。そしてこのままですね、カラメル色になる手前ぐらいまで加熱していきます。はい、でこの時ね、換気扇をしっかり回してください。このぐらいいい感じになったら火を止めます。火を止めたらフライパンを置いて、ここにお湯を入れます。お湯を入れる時は結構跳ねるので、必ずね、こういった蓋などでガードして加えるようにしてください。では入れます。はい、そして蓋をして、蓋を持ってちょっと揺らします。そして揺らしたらこのフツフツが少し収まるまで置いておきます。はい、今ね、ふつふつが落ち着いてきました。そしたら蓋を開けます。これでカラメルの完成です。このように仕上げてください。それではですね、容器の中にカラメルを入れていきます。今回はですね、110ml の容器に入れていきます。入れるときはですね、ティースプーンなどを使って入れてみてください。このように入れていきます。では残りの容器にもカラメルを入れていきます。はい、OK です。このように入れてください。それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして卵だけを最初に溶きほぐしてください。軽く混ぜたらここにお砂糖を加えます。砂糖を加えたら手早く混ぜてください。砂糖を加えてからそのまま置いておくと、お砂糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまう時があります。なので砂糖を加えたら必ずすぐ混ぜるようにしてください。はい、このようにしっかり混ぜます。では続いてここに牛乳を加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。そしたらですね、一度こちらの生地を軽く温めます。生地が冷たいとその分ね、加熱する時間がかかってしまいます。なので人肌よりもちょっとぬるいぐらいまで加熱してください。加熱しすぎると固まってしまいますので注意しましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。材料を常温の状態から作る場合はそのままやっていただいても大丈夫ですし、ちょっと気になる場合は 2,30 秒ほど加熱してみてください。はい、1分加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。
はい、OK です。これでプリン生地の完成です。それではね、これから型の中に入れるんですが、入れる前に一度生地をこしてください。そうすることでとても滑らかなプリンに仕上がります。それでは茶こしでこしていきます。このような注ぎ口がついてるものを下にしてみてください。そうすると型に流し込みやすくなります。ではこしていきます。はい、そうするとこのようにね、辛さやあとは卵黄膜などを取り除くことができます。プリン生地はこれで OK です。それでは容器の中にプリン生地を流し入れます。はい、全部流し入れました。そしたらですね、アルミホイルで蓋をします。1個ずつね、蓋をしてください。はい、OK です。それでは今から炊飯器を使って仕上げていきたいと思います。それでは炊飯器を用意してください。今回は3合炊きのもので作っていきます。まずですね、この炊飯器の底にこういったね、清潔な布巾などを敷いてください。ない場合はキッチンペーパーを3枚ほど敷いてください。このように敷きます。こんな感じです。そしてこの上にプリンを置きます。そしてプリンカップの半分よりもちょっと上ぐらいまで熱湯を入れます。こちら沸騰させたお湯を入れてください。はい、 OK です。そしてここからがポイントです。まずですね、この炊飯を通常炊飯ではなくて急速早炊きですね、早炊きのところにセットしてください。そして炊飯のスイッチを押します。それではですね、このまま炊飯器の中が少しコポコポしてお湯が沸騰し始めるぐらいまで炊飯していきます。炊飯器によって中のお湯がコポコポ言ってくる時間が変わると思いますので、様子を見ながらこちらは調整してください。ここでね、完全に沸騰させて炊飯器から湯気が出てしまうとプリンの中に酢が入ってしまいますので、きちんと炊飯器の中の音をチェックしながら炊飯してください。それでは炊飯していきます。はい、今ね13分経ちました。そうするとですね、炊飯器のお湯がですねちょっと沸騰し始めます。そしたらね、一度蓋を開けます。コポコポしてるなと思ったらまた蓋をして、そして取り消しボタンを押してください。このままですね、蓋を閉じた状態で10分置きます。このお湯が沸騰し始める時間は炊飯器の種類によって変わってくると思うので、炊飯器の中の音を確認して炊飯を止めてください。そしたら続いて保温ボタンを押してください。そしてこのまま10分置きます。はい、10分経ちました。それでは蓋を開けます。じゃじゃーん。今こんな感じの状態仕上がってます。では中の状態をチェックします。アルミホイルを取り外します。そして容器を傾けます。そしてきちんと固まってれば OK です。もしこの段階で固まっていない場合はもう一度炊飯ボタンを押して 2,3 分ごとにチェックしてみてください。そしたらね、取り出します。やけどしないように注意しましょう。ちょっとね、まだ熱いので少し冷ましてから取り出していただいても大丈夫です。見てください。このように酢も入らずとても綺麗な仕上がりになってます。プリンもね、このようにきちんと固まってます。そしたら他のプリンもアルミホイルを取ります。全部ね、固まってますね。そうしましたらこのまま一度粗熱を取って冷まします。そしてしっかり冷めたら冷蔵庫で1日冷やします。1日ね、しっかり冷蔵庫で冷やすことでとても濃厚でしっとり滑らかな仕上がりになります。ではね、あと2つあるので2つも同じように作っていきます。はい、これで炊飯器プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、このようにとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。もうすっごく滑らかです。プリンの味わいがすごくシンプルでカラメルとすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の炊飯器プリンのポイントです。まずですね、プリンを作る際なんですが、材料が冷たい状態で作ってしまった時は電子レンジで1分ほど温めてみてください。ただ温めすぎると生地がね、ところどころ固まってしまう時もありますので、加熱しすぎないように注意していただけたらと思います。冷たいなと感じないぐらいまで温めてみてください。そしてカラメルを作る時のポイントです。カラメルを作る時なんですが、まずね、フライパンの中心部分にお砂糖を加えて、そこをめがけてお水を入れてください。
そして砂糖全体に水が浸透したら火にかけて、縁の部分の色が変わるまでそのままの状態で加熱してください。この時にフライパンの中を混ぜてしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。なので必ず中は触らずにそのままの状態で加熱するようにしてください。そして少し周りが色づいてきたらフライパンを持ち上げて色味を均一にさせながら加熱してください。火加減に関しましては色づいてきたら弱火にしてください。そうするとね、失敗しにくいと思います。そしてカラメル色になったらお湯を加えるんですが、この時ですね、すごく跳ねてくるので必ず蓋などを使ってガードしながらお湯を入れてください。カラメルを作ってる時なんですが、すごく湯気が上がってくるので換気扇の付け忘れだけには注意していただけたらと思います。そして出来上がったカラメルは容器の中に入れて、その容器は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。カラメルにね、お湯を入れる時なんですが、跳ねてくるのでやけどしないように注意してください。そしてプリン生地を作る時なんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜてください。そして生地が出来上がったら必ず一度こしてください。そうすることでとても滑らかなプリンに仕上がります。そしてその後容器の中に入れてアルミホイルで蓋をしてください。容器に関しましては必ず耐熱性の容器を使うようにしてください。そして炊飯する時のポイントです。炊飯する時はですね、こちらは炊飯器の種類によって適正な炊飯時間が変わってくると思います。この炊飯する時はですね、こちらどの炊飯器でも共通なんですが、必ず早炊きを使うようにしてください。そしてその後炊飯する時間に関してなんですが、こちらはおそらく使う容器だったりとか、あとはプリンの生地の温度、そして炊飯器によって適正な時間が変わる場合があります。特にですね、生地が冷たい状態だとその分炊飯時間が長くなりますので、生地はね、絶対冷たい状態で入れないようにしてください。そして炊飯する時なんですが、必ずそこの部分に清潔な布巾などを敷いてから型を置くようにしてください。そうすることでゆっくりね、熱が入って巣ができにくくなります。さらにですね、そのまま置いてしまうとガタガタ揺れたりしますので、必ずね、何か1枚布巾かペーパーを必ず敷くようにしてください。そして炊飯の目安に関してなんですが、炊飯器の中に入れた熱湯がコポコポ沸騰し始めるまで炊飯してください。なのでちょっとね、炊飯器に耳を傾けながら炊飯してみてください。ちなみに今回私はですね、13分炊飯してます。これはですね、先ほども言ったんですが、炊飯器の種類によって変わってくると思うので、よくね、耳を傾けながら炊飯するようにしてください。注意していただきたいのが、完全にお湯が沸騰した状態になると炊飯器から湯気が出てきます。湯気が出てしまう状態だとプリンにたくさん酢が入ってしまいますので、湯気が出る前に必ず炊飯スイッチを切るようにしてください。あとはそのまま保温で10分置いてください。そして10分置いたら取り出すんですが、この時まだ生地が固まってない場合はもう少し炊飯してみてください。そして大体その後は 2,3 分おきにチェックしてみてください。チェックする時もですね、肩を傾けて生地が流れ出てこなくなれば OK です。チェックする時もそうなんですけれども、炊飯器でやけどしないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはしっかり粗熱をとって冷まして、その後冷蔵庫で1日冷やしてください。しっかり冷やしていただくことでとても滑らかで濃厚な仕上がりになります。ちなみに今回の分量だと 110ml の容器で6つ分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は炊飯器プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。